みんなおひさデイデか。まさかの2025年始まって即更新ストップしちゃうと思わなかったわ。めちゃくちゃインフルエンザになってました。アズーノがうつっちゃって。いや、インフルってほんとしんどいね。びっくりしちゃった。私多分ね、最後にインフルになったの小学生ぐらいなんだよね。元気いっぱい。だから、こんなにインフルって体重たくなるんだなってびっくりしちゃった。泣いたりしたもん、私。気分転換に普段なかなか見れない Vlog とかね、旅行 Vlog とか見てて、私もう旅行とかできないかもしれないって本気で思ったりした。やっぱりただの風邪とは全然違うんだね。なんか謎に友達に元気に過ごしててねみたいな変な LINE 送ったりしちゃったもん。私全世界の人々の健康を願った。マジでみんな元気に暮らしててほしいわ。だって辛いもん、体調悪いってさ。あと胃腸がやられてね、もうそれが一番しんどかった。もうご飯が全然食べられなくて、正直めっちゃ顔がげっそりしたんだよね。今にも転がりしそうなぐらい丸いんですけども、痩せ方にもいろいろあるね。嫌な痩せ方ってあるね。今はだいぶ胃腸も回復したんだけど、数日前までマジで普通の食事が取れなくて、なんか謎にお菓子とかお寿司、お肉はめちゃくちゃ食べれるみたいな、どこかの国の姫しか許されない食生活してて、カロリーがシンプルに足りてなかったのかちょっとよくわかんないんだけど。次の絵ね、オレンジ使ってみようと思って今色を考えてる。私青とオレンジの組み合わせめっちゃ好きなの。それでさ、私ちょっとどうしても話したいエピソードがあってね、ちょっと恋愛バナだから苦手な人いたら申し訳ないんだけど、インフルエンザつながりで話したいエピソードがあって、大学時代私とアズーは付き合っていたんだけど、キャンパスが違ったの。結構遠くてプチ遠距離みたいな感じ。同じ県内なんだけど、車だと峠越えて1時間半、電車だと2時間半ぐらいかかったかな。そのぐらいの距離に住んでて、それである時アズーがインフルになったと知らせを聞いて、それは大変だと思って、授業終わって即車をかっ飛ばして峠越えてさ、アズーん家に行って看病したの。アズーも結構しんどそうだったから、ああよかった看病しに来てって思って、でその日はもう夜遅かったからちょっと泊まらせてもらうわとなって、車だから危ないからさ、それでアズーはお布団で寝て、私はアズーん家にこたつがあったから、私はこたつで寝るわっつってこたつに入ったんだけど、なかなか眠れなくて、でも私はどうしても寝なくちゃいけなかったの。なんでかっていうと、次の日朝2限があったから、朝一で出発しないと授業に間に合わないということで、どうしても寝なくちゃいけなかったんだけど、もうインフルうつるかもしれないけど睡眠を優先したいと思って、インフルエンザのアズーが寝てる布団で私も一緒に入って寝たのね。インフルエンザ患者の隣で爆睡したわけ。もうこんなに接触したからさすがにインフルうつるだろうなと思ったんだけど、ところがどっこい全然発症する気配がなく、そのまま元気に過ごしたの。それがめちゃくちゃ記憶に残ってて、それで私はなんでその時インフルうつらなかったんだろうって考えて、愛の力だと思って、恋人がさ心配ではるばる峠を越えてね、これ峠マジで重要なポイントなんだけど、その相手を思いやる気持ち、看病しに行くという思いやりの気持ち、愛情、その力だなって思ってちょっとメルヘンすぎるけど、いやそういうことじゃないだろって思われる方もいると思うんだけど、私はちょっとそう思ったりした。こんな感じでブラッシュアップして色作りしてる。てかブラッシュアップといえばさ、今放送してるさホットスポットってドラマ面白いね。でも私正直やっぱブラッシュアップライフってとんでもなく面白かったなって思ったりしたんだけど、比較して。でもまたちょっと系統が違うよな。てか市川美香子さんってなんであんなにさおしゃれなの、存在がまとう空気がおしゃれじゃない。いいよな、おしゃれな顔になりたかったよ。私角田さんの演技が好きすぎて、大豆田十和子も大好きだったんだけど、良すぎるよね。なんであんなにいいんだろう。声がいいのか、ラップも上手だったしね、その大豆田十和子のエンディング曲でさ。てかさ、さっきさお茶をたしなんでて、せっかくだからキャンドルとか灯しちゃおうと思ってさ、ライターでねカチリとろうそくにさ火を灯そうとしたらさ、なんか変な匂いすると思って指見たら爪が燃えてっていうか焦げついててさ、ライターの火が爪に移っちゃって真っ黒に焦げててさ、びっくりしちゃった。爪って焦げることあるんだね。でもそんなおしゃれにキャンドルに火を灯すこともできないの私と思って、私が陰キャだからですかって思った。
最近サンバってスニーカーを買ったのね。おしゃれな人が履いてるやつ。ほんでさ、ルンルンで履いてお出かけしたらさ、もう速攻でさ、今まで体験したことないぐらいの靴ずれをしちゃってね。マジで令和の拷問だと思ったんだけど、これって私の足の形がおしゃれじゃないってことですかって思って。さっきから卑屈すぎるね。さらにさ、靴ずれ防止のために絆創膏を買ったの。靴ずれ専門の絆創膏みたいなやつ。そしたらさ、入ってる量がさ、5枚だったのね。両足につけるもので内容量奇数なことあると思ってえいってなりました。なんかこのどうでもいい話すんのとか久しぶりだな。アズーもそこそこそっけなボーイなので、そっけなっていうか、なんだろうな、この締め方何？どうでもいい話とかすると、それが当たり前じゃね、何にも疑問に思わなかったわっていうタイプだから。 MBTI の話するけどさ、私はめちゃくちゃ N でさ、アズーはめちゃくちゃ S なのね。まあ簡単に言うと N の方が未来志向、前向きとかじゃなくて今よりも将来とか未来の話を重視するタイプ。 S の人は過去とか現在を重視するタイプで、物事を判断するときに過去のデータとか過去の経験とかを踏まえて考えるタイプで、私がもう超絶 N 型だからさ、現実主義なアズーは理解ができないってなるみたいで、結構申し訳なさを感じている。でも今まで自分がド N ってことを気づいてなかったんだけど、なんでかっていうと、うちの実家5人家族なんだけど、うち4人が N 型だったので、1人兄が S で、兄以外の家族はめちゃくちゃド N だから、細かく伝えなくても、ああそうだよね、そういうニュアンスでわかるわって感じだったの。でも MBTI でさ、 NS の存在に気づいた人ってすごくない？実はさ、一番ズレが生じやすいとこだと思うんだよね。 T か F とか I か E かとかもう分かりやすいじゃん。でも NS は本当にそれこそアズーとの会話のズレとか MBTI のおかげで、あ、これはもう考え方の差だから理解し合えないからしょうがないなって諦めがつくようになったから、もう本当に感謝してる。最近アズーとの NS の差を感じたのが、北海道土産のお菓子をいただいて、で私がもう北海道っていうだけで字面だけで美味しいよねみたいな話をアズーにしたら、それどういうことって言われて、北海道だから作物が豊かだから美味しいってことみたいな風に言われて、いやそうなんだけどちょっと私のイメージは違くって、もう北海道っていう文字だけで美味しそうなイメージが膨らまないって思って多分これ NS の差だと思うんだけど面白かった。あとさ、私の友達でめちゃくちゃ N って感じの子がいたんだけど、前の労働先の社員さんにさ、ここのバイトってどこで知ったって聞かれて、でバイトルだったんだけど、私その時にバイトルっていう単語が思いつかなくて、赤いサイトでしたとか言って、そのイメージだけで、バイトルってさ赤ベースのサイトだから赤のイメージが浮かんできて、でその後お友達も同じ質問をされて、その友達もバイトルっていう単語が思い浮かばなかったのか、ネズミですみたいな風に言っててバイトルってネズミのキャラクターがいるから、その時結構面白くて一人で笑ってたっていう話。何からこの話になったっけ？とにかく私は MBTI を愛してやまないんですね。友達のとかめちゃくちゃ想像するし、私と出会った人、申し訳ないけどごめんなさい、お伝えすることはないんですけど、勝手に脳内で MBTI 予測してます。わざわざ言ったりすることはないんです。 MBTI ハラスメントになるので。MBTI の YouTube チャンネルでめっちゃおすすめあるんだけど、ちょっと言っていい？知らんけどさんっていう YouTube チャンネルがあって、最近はちょっと更新が控えめなんだけど、 MBTI でコントをするっていう動画がめっちゃ面白いから見てほしい。動画の主の方がね、なんかほんと解像度高くってめちゃくちゃ面白いんだよね。自分の MBTI の時とかわかるってなると思うからぜひ見てほしい。生配信も面白いよ。 MBTIの好きなところってさ、自分にない考え方を知れるとこなんだよね。それに自分が悪かったからとか相手が悪いからとかそういう考えがなくなった気がする。これは感覚のズレだし、考え方のズレだし、だからしょうがないよねって人間関係とかで思えるようになったかも。私はそんな詳しく知ってるわけじゃないから、もう占いみたいな気持ちで見てるけどね。よし、髪の色できた。めちゃくちゃ爪が絵の具で汚れた。やばすぎ。ニューネイル。
これちょっとショート動画用のスマホスタンドを位置ずらしたくないからこのままにしてるんだけど、なんて映えない背景なんでしょう。本当はさ、こういうとこにさ、自分の作品飾るとかして宣伝した方がいいよね。でも私さ、情報量の多い空間が無理なのね。結構パニック起こしちゃうわけ。自分の特性としてあるんだけど、だから最小限にしたいなと思いつつ、ちゃんと自分の絵を宣伝しないとなという気持ちもありきりという、そんな感じ。ちょっとショート動画を頑張りたくてさ、だってできた方がめっちゃいいじゃん。頑張りたいんだけど、私圧倒的にショート動画のインプット足りてないんだよね。全然普段見なくてさ、ショート動画ってさ、たくさん見てもらうためにはテンポを早く編集してテロップも急ぎ目で出すとかさ、あるじゃん。あんまり性に合わなくて、せかせかすると汗汗しちゃうからさ。でもスワイプして消去されずに見てもらうためにはある程度せかせかしたり映えさせないといけないんだよなというジレンマがあるね。まあ苦手なりに頑張っていこうかな。ショート動画をさ、スタコラさっさと見てるとさ、うわ、今めちゃくちゃ頭がバカになってるみたいな感覚になるときない？私あえてその感覚に陥りたいがためだけに見るときとかあるけど、あの感覚すごいよね。うわ、今何も考えてない、脳が動いてないみたいな瞬間。そろそろ飯を作らねばならん。終わりにしよう。じゃあみんなマジでちょっとインフルだけはかからないように頑張って。マジでしんどかったから。私先週の動画さ、元気ないっつってたじゃん。気持ちが暗くてさ、正直あの時もうインフル潜伏期間だったと思う。まあ、気をつけててもかかる時はかかっちゃうからね。ほんと美味しいもん食べて元気出していこう。じゃあありがとう。